経営理念から読んでいきましょうか。はい、2ページ目ですね。このことは私たちが一番大切にしていることです。本部、カスタマーケア部門、サロン部門、コンテンツ部門です。どうしても精神状態は声色や話し方に出てしまいますので、ご自身も緊張をあまりせずリラックスして業務に当たることができるようになると良いですね。こんにちは。本日 OJT を担当いたしますマリコです。どうぞよろしくお願いいたします。緊張されてますか？ちょっと表情が硬かったもので、はい、大丈夫です。本日は基本的にマニュアルの読み合わせをして弊社の業務内容について理解を深めていただくという研修です。はい、なのでそんなに緊張されなくて大丈夫ですよ。大まかな仕事内容はご存知ですよね。わかりました。それでは早速始めますが、こちらが弊社の対応マニュアルです。社外費のマニュアルですので、決して他の方には見せないように気をつけてくださいね。そしてこれは弊社のコーポレートマークです。はい見てお分かりの通りだと思いますが、この窓から月と星、夜空が見えるという、そのままですね。はい、では早速弊社グッドスリープ社の経営理念から読んでいきましょうか。はい、2ページ目ですね。では読みますよ。経営理念、 ASMR 要素に主軸を置いたサービスを通してお客様の日常のお疲れを癒し、心まで安らげるリラックスタイムを提供する。 ASMR 要素に主軸を置いたサービスを通してお客様の日常のお疲れを癒し、心まで安らげるようなリラックスタイムを提供する。よろしいですか？そして音、映像、食感、味、香りなど五感すべてが心地よいサービスの提供を目指します。このことは私たちが一番大切にしていることです。はい、どの業務においてもこれらのことを忘れないように頭に入れておきましょう。よろしいですか？はい、では
次に弊社の組織形態を簡単にご説明しますね。書くまでもないことではあるんですけれども、ホワイトボードを使ってご説明しますね。はい。ちなみに寝る前はどんなことをされてますか？ASMR 動画を見られてますか？ああ、そうでしたか。この業務はどうしても夜から深夜にかけて発生することがとても多いですので、オペレーターの皆さんも、短くても質のいい睡眠をとるようにいろいろと工夫なさってるそうですよ。はい。深夜手当ももちろん出ますよ。はい、ご安心ください。では、いきますね。まず本部、カスタマーケア、サロン、はい。そしてこの刺し棒を使用して刺していきますね。はい、こんな感じです。とっても簡単ですね。ですね、まずこちらです。本部は会社の管理部門、人事、総務、経理など、この本部に所属します。はい。次にこちらのカスタマーケア部門、カスタマーケア部門に関しては後ほどまた説明に出てきますが、弊社のサービス事業全般においてお客様対応のプロが所属している部門です。カスタマーケア部門です。そしてこちらサロン部門、このサロン部門は実店舗にてお客様にサービスを提供する部門です。例えばマッサージサロンや耳かきサロンなんかもこのサロン部門に所属しています。そして最後、このコンテンツ部門、この部門では映像配信、テレフォンサービスなどネットワークコンテンツサービス、
モバイルコンテンツサービスを提供する部門です。はい、よろしいですか。本部、カスタマーケア部門、サロン部門、コンテンツ部門です。今サービス部門は2つしかないんですけれども、今後弊社でも業務の拡大を目標にしていますので、またたくさん増えていくかもしれませんね。はい。ちなみに私たちはどの部門に所属しているでしょうか。はい、そうですね。コンテンツ部門に所属しています。コンテンツ部門のテレフォンサービス事業本部です。はい。コンテンツ部門のテレフォンサービス事業本部です。よろしいですか？ちょっとね、電話応対の時なんかは長くなっちゃうんですけど。はい。ちなみに資格はお持ちですか？まだ持ってない。そしたらぜひ資格は持っておいた方がいいですよ。はい。ASMR リラクゼーショニストっていう資格ありますよね。初級は5級からですね。はい。3級までは合格率が結構高いんですけど、2級からはほとんど合格できないんです。はい。この会社でも1人2人いるという噂なんですけれども、未だに誰が持っているか謎なんですよね。私は12級です。はい。一緒にお勉強頑張りましょう。では本題に戻りまして、はい、またこのマニュアルを見ていきましょう。次はオペレーターの心構えですね。3ページ目では読んでいきます。オペレーターの心構え。お客様がリラックスしていただけるように、常に気配り、目配り、心配りをしましょう。お客様がリラックスしていただけるように、常に気配り、目配り、心配りをしましょう。よろしいですか？お客様は就寝直前の状態であることを意識しましょう。お客様は就寝直前の状態であることを意識しましょう。このこともとても大切なことですね。もしあなたが就寝直前であったら、どんな雰囲気でサービスを受けたいのか、どんな声のスピードが好ましいのか、そういった想像力を持てるといいですね。はい。ご希望いただいた音以外には、なるべく物音を立てないようにしましょう。
これは少し難しいかもしれませんが、なるべくその他の物音、雑音を立てないように気をつけましょう。そして日頃から音に関心を持ちましょう。日頃から音に関心を持ちましょう。これもとっても大切ですね。例えばこの差し棒一つをとっても、どんな音を出せるのか、どんな音が出るのか、そんなことを試したり日頃気にしながら過ごしてみると、音の引き出しが増えますね。はい、お客様へのサービスの幅も広がると思いますよ。最後、これが一番大切かもしれません。自身もリラックスして業務に当たりましょう。自身もリラックスして業務に当たりましょう。どうしても精神状態は声色や話し方に出てしまいますので、ご自身も緊張をあまりせずリラックスして業務に当たることができるようになると良いですね。どうしても緊張してしまう場合は遠慮せずご相談ください。はい、大丈夫ですよ。では最後に実際の業務時のセリフなどを読み合わせしていきましょう。はい。20ページですね。ではよろしいですか。この専用端末はもう会社から支給されてますよね。お家にありますか？はい。この専用端末にお客様から電話がかかってきます。電話がかかってきたらボタンを押して電話に出ます。その後のところ、この部分から読んでいきますよ。それでは、電話に出たらまずはお電話ありがとうございます。おやすみコールセンターです。ご挨拶をします。はい、どうぞ。はい。先ほどオペレーターの心構えでも読みましたが、お客様は就寝直前の状態であることを忘れないようにしましょう。小さめの聞き取りやすい柔らかい声でお話しするようにしましょう。今とっても良かったですよ。はい。そしてお布団に入られているか、すぐにお休みいただける状態にあるか確認をしましょう。今お布団に入られていますか？はい、どうぞ。はい。次にどんな音をご希望か伺います。ご希望をお聞かせください。はい。セリフが決められているのはここまでです。
はい。この後はあなた自身の技量次第です。というのは冗談で、はい。お客様に失礼がなければ大丈夫ですよ。あとは先ほどの心構えなんかをしっかりと頭に入れてお話ししてください。はい。このサービスを利用されるお客様は皆さんとっても優しい方ばかりですので大丈夫です。そしてご希望の音をご提供後、電話を切る前、サービスを終了する前には必ず電話口でお客様の寝息が聞こえるかどうか、お客様がお休みになったかどうか確認してから電話を切りましょう。よろしいですか？それからこのマニュアルには ASMR のことはもちろんリラクゼーション、スピリチュアルなど様々な分野に関する説明書きやこれまでのサービス例が掲載されています。万が一お客様からわからない言葉を言われたとき、対応に困ったときには一度保留にして確認をしましょう。少々お待ちいただけますでしょうか。一度保留にさせていただきますなどとお伝えすると良いかと思います。ですがあまりお待たせしすぎないように気をつけましょう。電話の待ち時間などにマニュアルを読み込んでおくと良いですね。もしそれでも解決しないような時は速やかにカスタマーケア部門に電話をつなぎましょう。カスタマーケア部門は内線0843です。内線0843です。おやすみです。覚えやすいですよね。このカスタマーケア部門に所属しているプロフェッショナルたちは何でも解決してくれます。ですからあまり心配なさらないで大丈夫ですよ。いろいろお話をしましたが、とにかく一番大切なことはお客様に最高のリラックスタイムをお過ごしいただくということです。それを忘れなければ大丈夫ですよ。はい。では本日の研修は以上でございます。何かご質問などはありますか？大丈夫ですか？今後はご自宅での業務となりますが、何か心配事や困ったこと、不安なことがあればいつでもご連絡ください。はい、お疲れ様でした。それでは一緒に頑張りましょうね。